3回目のブロックレッスンはピーターから取ってポールへというパターンです。面白い名前ですよね。こちらは4分の1ずつ作ってつなげて縫っていきます。そうすると円になります。4分の1というのはこういうことですね。一見簡単そうに見えますが、離してみると膨らんでる側と引っ込んでる側をつなげなければなりません。そしてここの脇も合わせなければならないので、まず脇のところを合わせて、反対側の脇のところも合わせて、たくさんの待ち針を打って縫わなければならないんです。今回は直線縫いだけで簡単にアップリケして作っていきます。今回も布セットをご用意しました。皆さんがすぐに縫えるようにカットしてあります。こちらは8枚のブロックを縫うことができます。私は膝掛けを作りたいので8枚を横に全部つなげました。こちらは8枚つなげてミニタペストリーを作りました。真ん中のここの部分です。このパターンを作っている時に切り落とした布をうまく利用して丸を作りました。では始めてみましょう。こちらのブロックを作りましょう。こちらのブロックは土台布、そして円形の生地で構成されています。土台の布は 6.5 角が4枚、1、2、3、4枚です。そして円形の生地、こちらは 4.5 角が4枚、1、2、3、4枚、この生地で作っていきます。私は8ブロック作ります。こちらは土台布です。2個、2個、4個できるように切りました。こちらの2個は 6.5×26、1、2、3、4用意します。そしてこちらは4つなので 6.5×52 センチ、こちらを2本用意しました。こちらは円の生地です。 4.5×9 センチ、これが4枚あります。これで2つの円ができます。あと3組あるので全部で8個の円ができます。こちらは4個分の土台布です。まずこちらを縫っていきましょう。待ち針を使わないでこのプレスペンをつけていきます。待ち針の本数分だいたいつけていきます。そして中表に合わせます。アイロンをかけます。では縫っていきましょう。押さえ金の端を布の端に合わせて、針と押さえ金の端、こちらが斜めになるように針を調節してください。私は赤い糸で縫いますが、皆さんは生成りの糸で縫ってくださいね。
開きます。このまんまアイロンをかけると後で布が浮き上がってきますので、そこでプレスペンを使います。こちらの液体はシミにならないので表からつけていきます。縫い代の山のところをつけていきます。そしてアイロンをかけます。プレスペンをつけて縫い代がぴったりしました。出来上がりが 4.5 センチなので縫い代を入れて6センチになりますが、最終的にサイズを補正したいと思いますので 6.5 少し大きめに切っていきます。最初は切り揃えます。そして 6.5 にカットしていきます。ここが 6.5 です。切り終わりましたら2枚を組み合わせて四角つなぎを4枚作ります。2つを重ねます。縫い代が互い違いになります。こちらとこちらですね。そして真ん中を合わせてここですね。どんぐりの糊をつけていきます。合わせます。アイロンをかけます。では縫っていきましょう。縫えました。表に返します。こちらの中心ぴったり合ってますね。今縫い代がこちらとこちらを向いています。縫ったところはこの線です。この縫ったところの縫い代を右と左に分けます。そうすると風車のように倒れます。プレスペンをつけてアイロンをかけます。綺麗な四角つなぎが出来上がりました。4枚で2つの円を作ります。どんぐりのグルーをつけて縫う準備をします。アイロンをかけます。では縫っていきましょう。
表に開いてプレスペンをつけてアイロンをかけます。こちらも同じようにしてください。幅が9センチです。半分にカットしていきます。1枚ずつカットするんじゃなくて、少し重ねて切ると早くカットできます。4.5 センチにカットしていきます。こちらとこちらを縫い合わせます。縫い代は右と左になっていて、そして真ん中、こちらを目でちゃんと合ってるかどうか確認をしてグルーをつけていきます。アイロンをかけます。では縫っていきましょう。今、縫い代は進行方向の私の方に向かって倒れていますが、後ろは反対側に倒れています。ミシンが進む反対側に縫い代が倒れているので、縫い代がねじ曲がってしまうということがありますが、プレスペンでしっかり倒しているので縫い代はねじ曲がりません。こちらです。中心を開いてみます。ぴったりと合っています。先ほどと同じように縫い代を右左にして風車のように倒します。プレスペンをつけてアイロンをかけます。アップリケシートの上にコンパスで直径6センチの円を描きます。そしてカットしました。この6センチの円を半分に折って、そして半分に折ります。布は裏に置きます。キラキラした面、糊がついている面を下に置いて、折った十字と縫った十字を合わせておきます。アイロンでくっつけていきます。縫い代を3ミリぐらいにしてカットしていきます。残った生地も有効活用できるので丁寧にカットしていきましょう。3ミリの縫い代のところに布用ペンタイプのりをつけていきます。アップリケの棒、こ
ちらで畳んでいきます。待ち針の代わりにこのペンタイプのりを縫い代のところだけちょっとつけます。数箇所でいいです。そしてこの上にのせます。これで縫っていきましょう。アップリケをするときにこのアップリケの専用の糸をおすすめします。こちら100番です。糸がとっても細いので縫い目が見えなくてアップリケがきれいに仕上がります。糸を通します。目立つようにちょっと赤の糸で通してみます。針穴に糸が通ったら、糸がとっても細いので縫った時に針穴から抜けてしまいます。それを防ぐために針穴の頭のところで結び目を2回します。1回2回、これで糸は抜けません。では縫っていきます。糸が細いので玉は大きめに作ってください。奥立祭りでこの山のところをすくっていきます。このアップリケしたところのこの山です。真下に落として、そして山のところをすくっていきます。一周縫っていきましょう。アップリケができました。こちらの土台の上にこの円を乗せていますので、ここの円の下が二重になっています。普通にピースワークするときは二重になっていないので、この土台の布、この重なったところを土台の布だけカットしていくと、よりピースワークになったような風合いが出ます。縫った線はこちらです。縫った線の5ミリ内側を鉛筆で円を描きます。この円に沿ってカットしていきます。カットした布はタペストリーで使ったようにも使うことができます。こちらのパターンは9センチの出来上がりです。中心から4.5、4.5になりますが、
縫い代がいりますのでプラス 0.7、 中心から 5.2、 5.2 でカットします。こちらの定規5センチのところと、それから25のところがあります。 0.25 のところがあります。 5.25 でカットしていきます。ここの5センチから25のところ、そしてこちらは5センチから25のところにシールを貼っておくとすぐにポイントが見つけることができます。このポイントとこちらのポイントを合わせてそして L 字にカットしていきます。反対側にして5.25、ここですね。ピーターから取ってポールへのパターンができました。同じように8枚作ります。こちらは先ほど抜いたものです。同じように丸を作りました。こちらは丸を抜いた部分です。同じようにちっちゃな丸ができてます。アプリケシートが結構大きく入ってますので、皆さん楽しんで作ってください。1回目のモンキーレンチ、2回目のレモンスター、そして今回のピーターから取ってポールへのパターン、3つつながりました。